はい、皆さんこんにちは。ケイスケの日本語ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんのために作られています。皆さんお元気ですか？今日は2025年11月22日なんですが、日本ではいい夫婦の日なんです。夫婦っていうのは妻と夫のことですね。なんで今日がいい夫婦の日かというと、数字の読み方を使った言葉遊びでできた日なんです。11月の11は1が2つあるよね。それで1のいの音が2つでいい。それから22日の22には2が2つある。ものを数えるとき、1つ、2つ、3つとか言いますよね。それで2をふの音に変えて、ふ、ふ、夫婦と読むんです。それで11月22日がいい夫婦の日になりました。これは夫婦が仲良くする日なんて言われています。ドラマとかアニメで、あなたいつもありがとうなんて言いそうな日です。今日はそのあなたという言葉についてゆっくり考えてみたいと思います。それでは今日も最後までよろしくお願いします。はい。僕はオンラインで日本語を教えているんだけど、生徒さんたちから、先生、あなたっていつ使えばいいんですか？とか、日本人はどうしてあなたをあまり言わないんですか？とよく聞かれます。ねえ、みんなもそう思ったことがあるんじゃないかな。教科書とかアプリでは初めの方に勉強する言葉なのに、普通の日本語の会話ではほとんどあなたを使わないんですよね。じゃあどうしてあなたをあまり使わないのか、今日はその理由を一緒に考えてみましょう。今日ね、このポッドキャストを録音する前に、今まで僕はあなたを使ったことがあるかなーって考えてみたんだけど、友達や家族と話すときにあなたを使ったことがないし、先生や会社の同僚と話すときもあなたを使ったことがないんですよね。はい。僕のお母さんがお父さんをあなたと呼ぶのも聞いたことがありません。でもね、時々ドラマや映画の中で妻が夫をあなたと呼ぶことを聞いたことがあるし、歌とかアニメの中でも時々あなたという言葉が使われるのを聞いたことがあります。ねえ、でも普段の会話ではほとんど聞かないし、使わないんですよね。英語だとあなたは you。スペイン語だとあなたは tú とか usted ですね。例えば英語なら I love you と言いますし、スペイン語なら te amo と言いますよね。英語にもスペイン語にもあなたがあります。でも日本語であなたを愛しているというと、ドラマのセリフみたいに聞こえてしまって、ちょっと不自然な感じがしてしまいます。普段そういうことを言うときは、好きだよとか愛してるよという方が自然なんですよね。好きだよと言われた人も、ああ、この人は私のことが好きなんだと思うことができます。相手をあなたと呼ばなくてもわかる。あなたという言葉が必要ない。
でもね、これはみんなが言いたいことを英語やスペイン語から日本語にするときに変だと思うところですよね。うん。好きがよは動詞しかないですからね。love とか amar。これだけだと正しい文じゃないって思ってしまうよね。は、そういえば私という言葉もないですね。はい。でも今日はあなたについて考えるので、私という言葉についてはまた今度考えてみましょう。あなたという言葉は昔々、彼方というあちらとか向こうという意味の言葉でした。例えば、山の彼方に海が見えるのように、自分から少し遠い場所を指す言い方だったんですね。そこから彼方があなたという読み方になって、向こうにいる人とかあちらの人という意味で、少し遠くにいる人を丁寧に呼ぶ言葉になっていきました。それで江戸時代頃から今のように話している相手、つまり二人で会話している時のあなたという意味でも使われるようになったと言われています。もともと遠くの方、あちらの人という意味だった言葉が、今目の前にいる人を呼ぶ言葉になったわけです。だから今でも日本語のあなたにはちょっと遠い感じ、ね、少し距離があるような印象が残っているのかもしれません。はい。じゃあここで日本語の挨拶を考えてみましょう。おはようございます。これにはあなたは入っていませんね。でも英語やスペイン語はどうでしょうか？英語の Good morning は古い言葉では I wish you a good morning という形でした。スペイン語の Buenos días も Dios le dé buenos días。神様があなたに良い一日を与えてくれますようにという言葉でした。英語には you があるし、スペイン語にも le、あなたにという言葉があります。だから、英語やスペイン語の挨拶は相手に直接呼びかける挨拶なんですね。じゃあ、日本語のおはようございますはどうでしょう？おはようございますは、お早くからご苦労様ですという言葉が短くなったものだと言われています。あなたという言葉はないけど、朝早くから働いている相手に大変ですねと気づいてあげる気持ちがおはようございますという挨拶にはあるんです。これは相手の大変さを自分のことのように感じる小さな共感の気持ちだと言えます。共感っていうのは優しく言うと相手と同じ気持ちになることです。英語やスペイン語の挨拶はあなたに向かう言葉だけど、日本語の挨拶はあなた、相手の気持ちと同じ気持ちになるような感じなんです。この相手の気持ちと同じになるっていうのが日本語であなたをあまり使わない理由と深くつながっているように思うんです。それからこの相手の気持ちと同じになるっていうのはよくフレーズの最後に使う小さなねという言葉に強く現れていると思います。
はい。日本語にはね、話している人たちが気持ちを合わせるための小さな言葉があります。それが、ね、です。例えば、友達とカフェでコーヒーを飲んでいます。A さんが、このコーヒー美味しいね、と B さんに言います。それで B さんは、ねえ、美味しいね、と言います。A さんのねには B さんもそう感じているよね。そう思うよね。っていう小さな優しい気持ちが入っています。それから B さんがね、美味しいねと言うと、私も同じ気持ちだよというサインを A さんに送っているんです。ここで英語の isn't it と比べてみましょう。英語の It's nice, isn't it? は相手に向かってあなたもそう思いますよねと確認するための言い方です。日本語のねは確認するときにも使うんだけど、気持ちを合わせる、気持ちを同じにするための言葉としても使います。そう、ここには小さな共感があります。共感っていうのは優しく言うと同じ気持ちになるということですね。英語だと相手の方を向いてどうって聞く言葉だけど、日本語のねは相手と横に並んで同じ気持ちになるための言葉だと思うんです。あなたを言わなくても、この小さなねだけで二人はつながることができます。会話をしている二人の気持ちが同じになることができると思うんです。日本の社会や文化では、はっきり強く自分の意見を言うことよりも、相手の気持ちに合わせて話すことが大切にされることが多いです。例えば、友達に誘われたとき、行きたくないってはっきり言うんじゃなくて、今日はちょっと言ったりします。ね。こういうことで自分の気持ちを伝えながらも相手を傷つけないようにしているんですね。はい。この日本語のねとか柔らかい言い方は相手と気持ちを一緒にするために使われているんだと思います。日本語は相手をあなたと強く呼びかけて言いたいことや気持ちをぶつける言語というよりも相手の気持ちに合わせて同じ気持ちになろうとする共感を大切にする言語だと言えると思います。だから日本語ではわざわざあなたと呼ばなくても気持ちを揃えて会話を作ることができるのかもしれません。はい、ここまであなたを使わない日本語の世界を見てきました。もう一つ日本語があなたをあまり使わない理由があります。それは人の立場を大切にする文化があることです。その人がどんな役割、どんなポジションでそこにいるかということです。会社なら社長、部長、それから先輩後輩。学校なら先生と学生。家でも親とか兄弟、子供といった立場がありますよね。日本語ではこの立場を言葉の中で自然に大切にしている、そう思うんです。例えば部下が上司に話すとき、あなたこれやってくださいとはほとんど言いません。というか言いません。課長、
これお願いできますかとか、部長、こちらご確認ください。というように、相手の立場の名前で呼ぶのが自然なんですね。先生と話すときも同じです。あなたはどう思いますかじゃなくて、先生はどう思いますかと聞いたりします。このように言うことで、相手の立場を大切にしていることが伝わるんです。それから、あなたという言葉は、目上の人が目下の人に向かって使うことが多いんです。例えば、先生が学生に使ったりすることもあります。だから人によっては少し強く聞こえたり、失礼に感じたりすることがあります。相手がどう感じるかわからないので、日常会話ではできるだけ使わない方が安全なんです。日本語には相手の立場を静かに守るという優しいマナーがある。これもまたあなたをあまり使わない理由の一つなんです。はい、ここまで見てきたように、日本語ではあなたをあまり使いません。日本語は相手と向かい合って話し合うというよりも、横に並んで同じ方向を見ながら話すような言葉だと思います。だから、わざわざあなたと言わなくても、相手とつながっているんです。例えば家で、ご飯できたよって言えば、あなた食べてねという意味が自然に伝わります。わざわざあなたご飯できたよ、食べてねとは言いません。これは心の距離が近いからこそ呼ばなくても伝わるということなんじゃないですかね。日本語のコミュニケーションでは言葉を使いすぎず必要なところだけをそっと言う。ね。なんか優しい感じがしませんか？はい。ここまでどうでしたかね。日本語を勉強しているみんなにとって、あなたという言葉を使わないのはちょっと変なことかもしれません。でもね、それはあなたを言わないことで生まれる優しさ、それから気持ちを合わせる文化、共感の文化につながっていると思うんです。ね、あなたを使わない日本語はとても静かで、とても温かい言語だと思いませんか？はい。次に誰かと日本語で話すとき、あなたと呼ばなくても伝わっている日本語の優しさを会話の中で感じてみてください。はい。それじゃあね、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとう。またね。バイバイ。